かんでことでございます。ということで、今日なんですけども、変王寺のとこに行ったら、いつものおばちゃんの店ですごいの見つけたんですよ。お母さんおはよう。元気？元気いっぱいですよ。お、すげえのがおるじゃん、お母さん。雷イカだ。買おう。これ、お母さんこれ買う。この大きいやつ、一番大きいやつ買う。うん。お、どうしたの？これ見て。めちゃくちゃいい。この前さ、アオリイカやったんじゃん。今度こっちに行かない。ちょっとやってみようかなって。何がうまいかな。やっぱ刺身だな。刺身かな。こんだけ鮮度ええと。で炭がすごいよね、確かこいつ。炭でなんか汁作ろうかな。真っ黒けどね。はい。頑張って作ってください。ありがとう。じゃあお母さんこれください。これね、おばさんよろしくね。でも行くぞ。だね。というわけで本日の食材がこちら。よいしょ。雷イカっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。雷イカ。っていうことでね、お母さんの店にいいイカ売ってましたわ。こちら、雷イカっていうイカですね。まあ代表的な呼び方だと、モンゴウイカと一括りにされてるイカですね。で、このイカがまたうまいんですよね。で、これ模様が独特で、わかります？この目みたいな模様がたくさんありますよね。これがね、雷イカの特徴みたいです。で、旬は冬から夏にかけてうまいらしいですね。結構生命力が高いイカで、割と池の状態で売ってることが多いです。そうしましたら今日はこちらの雷イカを使って、雷イカのお刺身と、雷イカの炭汁、こちらの2品作っていきたいと思います。このイカはね、炭がすごいたくさん入ってるんですよ。なんでその炭を使った料理も今日はやっていきたいと思います。そしたら、まずはさばいていきましょう。大きいですね。1キロはあるな。そしたら、いただきます。眉間の間、ここにこのバーベキューの串とかでピキッと、ほら、そうするとさーっと白くなりますよね。なんかね、こっちとこっちで分かれてるんですよね、神経が。あ、やばいやばいやばい、イカの炭が、そうだ、ダメだ、閉めちゃダメだ、炭が出るわ。やばい、やっちまった。どうしよう。うわ、これね、やっちまいました。炭袋から半分は出ちゃったな。ちょっと急いでさばいていきます。絵的に真っ黒になっちゃうと思うんですけど、申し訳ない。うわ、やっちまった。まず船取っちゃいます。うわ、さすがに船も大きいな。もっとね、サクッと外れると思ったんですけど、割としっかり身がくっついてるんで、包丁で剥がしましょうか。よし、来た来た来た。はい、これですね。これがお船です。これ海岸とかで見たことないですか？打ち上げられてるの。これはモンゴウイカが死んで、身とか内臓は溶けるんですけど、船だけ残るんですね。なので、ああいう風に海岸で打ち上げられてるんです。うわー、あ、でも、炭あるわ、まだ。あるあるある。炭の量が半端じゃないわ。全然できってなかったですね。これ全部炭です。相当あるな、これ。はい、炭袋ゲット。ちょっとごめんなさい、一回洗いますね、これ。炭袋を潰してしまうと、洗っても洗っても炭が出てくるんですよ。このモンゴウイカの炭って濃さが尋常じゃないんですよ。なのでこれ水で流してもずーっと黒いんですよ。だいぶ流れましたけどね。でこれ手についてなかなか取れないんですよ、これが。服とかについたらもっと最悪です。白い服だったら取れないですね。はい、ある程度綺麗になりましたら、船の裏に入ってた内臓、もう炭袋は抜いてあるんですけどね、炭袋以外の内臓とゲソを外します。ここで繋がってますんで、ここをピッと外してあげると、胴体と耳、そして内臓とゲソに分かれました。じゃあ内臓とゲソの仕込みからやっていきましょう。で、ここゲソなんですけど、ゲソからピーッと長く伸びてるこの白いところ。これ身なので、ここは残した方がいいですね。ここを残して、お、肝がうまそうだよ、肝が。この前のアオリイカの肝めちゃめちゃうまかったですからね。今回のモンゴウイカの肝も食べてみましょう。せっかくこんな鮮度抜群で買ったんでね。で僕、雷イカって言ったり、モンゴウイカって言ったりするんで、モンゴウイカで統一しますね。で、これ内臓が、エラとか、白子とか、そういうのがいっぱいついてます。ここは特に食べません。肝抜いていきましょうか。肝を外して、ピロピロピロっと。僕は今日動画的にこうやってピロピロって剥がしましたけど、難しい人はここからバスッと落としちゃっていいと思いますよ。こんな感じ。うまそうですね。ちょっとまた一回洗います。そしたらイカスミ汁はこのゲソの方使いましょうか。もう十分身はついてますんでね。よし、そしたらこの軟骨のとこをこう切っちゃいましょう。で、軟骨の身を外して、たまにこういう硬いとこついてますんで、こういう硬いとこ取っちゃいます。でこの硬いとこっていうのはこういう船の延長線のとこですね。こういうとこ
ういうとこがちょっとついてたりすると硬いので、ここは取っちゃいます。軟骨外して、でこの水管みたいなところの中、ここがぬめりがかなり強いので、ここはこういう風に開いちゃいます。で後で全部ぬめり取りで塩もみしますんでね。でゲソですね。ゲソはこの目玉はこの下ですね。目の下に1本切れ込みを入れて、で取っかかりを作って、でそこから目玉を抜くと。目玉はちょっと硬いのでね、基本的には食べません。そしたら裏から開いてトンビを出します。今日はトンビも炭汁に入れてみましょうか。そしたら今日は触手のこの長いとこ2本、ここは切っちゃいましょう。ここも入れます。もう全部入れちゃいます。はい、こんな感じでゲソの仕込みが完成。ボウルにでざるです。でこうやってざるを1枚かますと、ゴシゴシした時にこのざるの網目の摩擦でより早くぬめりが取れる気がします。でお塩をたっぷりと、はい、でもみもみしていきます。このひと手間がめちゃくちゃ大事です。タコとかこういうモンゴウイカのぬめりっていうのは結構匂いがあります。新鮮であればあるほどぬめりがすごいので、ちょっとでもいいから塩もみしてあげてください。それめんどくさいよって方は冷凍に1回ぶち込みます。でカチカチに冷凍して、で解凍するとあら不思議ぬめりが取れます。そういうやり方もありますね。塩もみが一番きれいに取れるかなと思いますよ。そしたら塩もみしたゲソをブツブツと一口大に切っていきます。さすがにこれ1本だと大きいのでね、ブツブツと切った方が出汁も出ると思いますんでね。まだ生き生きですね。ここがうまいんですよ、この軟骨のところ。ここは絶対に入れたい。まあこんなもんでいいでしょう。そしたら次は胴体の処理ですね。ここお刺身で使うところです。でまだこうやって炭っぽいんですよね。この粘膜のところに炭が入っちゃってますんで、きれいに洗います。ゴシゴシと洗っていきます。はい、ある程度取れましたら、こっち側の皮剥いちゃいます。耳の取っかかりからピロピロピロっと剥がします。はい、こんな感じですね。はい、そしたら水気を切っていきます。いや、どうしても炭潰しちゃうとこうやって身にね炭がついちゃうんですよね。よし、そしたらモンゴウイカはここからが結構ややこしいっす。表裏の薄皮を剥いていきます。お刺身で食べる部分はここです。このぼっちの下、ここはちょっと硬いので、このぼっちの一番上、ここからザクッと落とします。こんだけですね。ここの部分はこうやって細かく切って、天ぷらにしたり唐揚げにしたりしても美味しいかな。このぐらいに切っておきます。よし、そうしましたら、まずはここをビーッと切り落とします。結構思い切って落としちゃっていいです。ざーっと先端もピンと。で思い切って落としたところもここも食べられますんで、もう切って汁にしちゃいます。モンゴウイカは結構思い切って成形しないと薄皮めくりにくいんですよね。で水気をしっかり取りつつ薄皮剥いていくと。ではこの内側から剥いていきます。さっきここの切れ込み入れた取っかかりからピロピロピロっと。こんだけ大きいと薄皮も分厚いのでめくりやすいんですけど、小さいモンゴウイカとかだと本当にめくりにくいんですよね。このくらいのサイズだと扱いやすいな。モンゴウイカに限ってはこの作業は絶対やんないとダメなんですよ。この薄皮が結構気になっちゃうんですよね。取っかかりさえ見つけてしまえればね、ピロピロっとめくれるんですけどね。ほらほらほら、こういうところでわかりますか、この音。こんなに強い薄皮ついてるんですよ。こんな硬いの。はい、薄皮取れました。めちゃくちゃスベスベです。裏側も薄皮ついてますんで取っていきます。でこの状態で剥くの難しいよって方はもう切っちゃう。割り切って、今回大きいんで3等分ぐらいにこういうふうに切ってしまいます。そしてこの裏側からちょっと入れて反転させてこうやって剥くと。これがね一番やりやすいかもしれません。特に外側の薄皮は剥きにくいんで、この方法だと剥きやすい。はい、これが薄皮です。めっちゃ綺麗になりましたよね。ほんでめっちゃ高いお寿司屋さんとかはこの皮目の方は使わないんですって。この内側の方でこうあるじゃないですか。
このぐらい。うわ、すごい反発してくる。こう落として、握りではここしか使わないんですって。なんでかというと、皮肌はちょっと硬いんですよ。なので皮肌は皮肌でこう切れ込み入れて、天ぷらとかにすると美味しいと思います。よし、そしたらこちら切って盛り付けていきましょう。やっぱイカは黒いお皿が映えますね。薄く切って盛り付けると、うわー、反り返るな。で、大葉を置いて、でそこにも盛り付けちゃいましょう。さすがにこんだけ大きいと1杯取れます。で、マス置いて、すだれ置いて、ここに肝乗っけようかな。ちょっと肝はこういう筋があったりするんで、筋は取っちゃいましょう。で、盛り付ける前に日本酒でさっと洗います。さささっと、サカ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 っと。臭みとぬめりをさっと落として、でもサクサクと切っていきます。モンゴウの肝なんて僕食べたことないからな。鮮度はもうこれ以上ない鮮度なので、せっかくなんで食べてみたいと思います。せっかくなんでちょっと炙りも作ってみましょう。切れ込みを入れます。斜めに包丁を入れて、ちょっと深めに。で、斜めにこう入れたら、次はこっちから斜めに包丁を入れていきます。そしたら軽く炙ります。はい、こんな感じ。そしたら炙りはコロッと切ります。で、この空いてるとこにちょんちょんと乗っけていきます。で、あしらえで、今日はちょっとこういう可愛らしいお花、デンファレをちょっと添えて、他にはレモンがよく合いますんで、レモンもちょんと添える。で、肝のところがちょっと殺風景なんで、食用菊をちょっと乗せると花が出ていいと思います。はい、これでモンゴウイカのお刺身の完成。一旦冷やしておきましょう。よし、では炭汁を作っていきましょうか。沖縄の方でよく作られてる料理なのかな。聞いたことはあったけど、作ったことはなかった料理です。よし、そしたら炭袋の炭だけを抽出。炭袋の袋は取っちゃいます。これは濃いですよ、この炭。これ全部使ったら次の日トイレがすごいことになりそう。そしたらまずは出汁を作っていきます。さすがにこのイカ墨とイカの身だけでは出汁が少ないです。なので鰹節で出汁を取って豚バラも入れていきます。そしたらお湯が沸いたら鰹節をバサッと入れます。よし、そしたら鰹だしをさーっと取っていきます。綺麗ですね。はい、これでベースとなる黄金だしの完成です。で、この鰹だしをもう一度鍋に戻して、で、ここに豚バラ、そして細かく切ったイカちゃん、くちばしも入れましょう。スライスした硬いところも入れましょう。で、ゲソも入れて、イカはたくさん入れましょう。どさどさに。で、このままだとちょっと塩分が足りないと思うんで、お塩も少し加えます。はい、そうしましたら火が入りました。意外とアクは出ないな。ほんで匂いがめちゃくちゃいい。ちょっと味見してみます、この段階で。うめえ。この段階でも仕上がっちゃってるわ。で、そこにこれイカスミですね。全部は多いと思うんでこのぐらいにしておきましょうか。スワッと。うわ、真っ黒だ。よし、そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらがイカの炭汁とモンゴウイカのお刺身ですね。じゃあまずはお刺身からいきましょうか。わさびをつけて、
ちょっと薄めに切りましたんでね、3枚ぐらいいきましょう。醤油にちょっとつけて、醤油はもちろん濃い口醤油。イカと濃い口醤油の相性は抜群。いただきます。うめえ。うわ、噛めば噛むほどうまっ。アオリイカと比べてこっちの雷イカの方がねっとりしてますね。ねっとりって言うけどまだこの身生きてますんで、それはもうコリコリですよ。コリコリなんですけど、噛んでいくうちにこう舌の上でねっとりと溶けていく、そんな口どけ。あんだけ大きいから大味かなと思うじゃないですか。全然繊細ですよ、この味は。甘みがあってうまい。次こちら炙り刺し。こういう風に切れ込みを入れるとね、松ぼっくりの傘みたいにバーッと広がります。でここにわさびをちょっとつけて、ですだちもちょっと垂らすとこれまたうまいんですよ。ちょんちょんとつけていただきます。うまっ。ちょっと炙ることによってサックサク。火通したらこの火通した時の特有のうまみが出てきます。炙りがうまいな、超うまい。で次こちら初体験、肝刺し。どうだろう、美味しそうですよ。さあ肝はどうでしょうか。醤油にちょっとつけていただきます。美味しい。ただアオリイカの肝と比べるとちょっと癖がある。あと酸味ありますね。アオリイカの肝は最強でしたね。やっぱこれはね、苦手っていう方多いかもしれません。生臭系が好きな人はたまんないと思いますよ。ではお次、イカ汁ですね。見た目は少しあれですけど、匂いはねめっちゃいい匂いなんですよ。皆さんに伝えたい。でニラをちょっと散らしました。ニラの旨味も追加して、もう旨味の爆弾汁です。いただきます。うわ、うまっ。やば、これめっちゃうまい。この中に麺入れてラーメンとしてすすっても美味しいだろうなっていうぐらい、そのぐらいパンチのある出汁ですね。はい、ということで今日はこちらの雷イカのイカ刺しとイカスミ汁ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。今ねお口真っ黒なんです。その真っ黒クロスケのお口を黄金に輝く魔法のシュワシュワで洗い流すと、こちら7対3ですね。いただきます。うめえ。手も真っ黒。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は生きた雷イカ、モンゴウイカとも言いますね。モンゴウイカさばいてお刺身と、ずっと前から気になってたイカの炭汁作ってみましたけども、どちらも絶品でしたね。モンゴウイカの刺身は美味しいこと知っとったんですよ。でもね、炭汁マジでうまかった。あれはね絶品でしたね。ただ気軽には飲めないですね。その日に用事がある方とかはあんまり食べない方がいいかなと思いましたね。お口が真っ黒になります。僕もねこういう感じで真っ黒になりました。やっぱりイカスミはいろんなところにつくとなかなか取れません。特にこういう木の素材のところとか、あと布につくともう終わったと思ってください。取れない。作る方は本当に気をつけて、取り扱いに注意してやってみてください。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。